はい。同じですけど。かけましょう。いいですか。これです。世界を愛で包むヒマラヤ大聖者ヨグマたちから、日々を懸命に生きるあなたへ言葉のプレゼント。まず今日はですね、ええ少しちょっとヨグマたちにお願いしたいことがございまして、幸せになりたい、ええ成功したいっていうええ、方たくさんいらっしゃると思いますが、こうキーワードとなるような、人生のキーワードとなるようなおえ言葉ってあるのかなと思いまして、え、はい。今日書いていただけないかと思っておりまして、ええ、はい。今日まあね、初の試み。小学校以来ですから。本当ですか。いやー、でもどんな字を書いていただくのかな。楽しみだ。はい。同じですけど。いいですか。これ愛です。愛、みんなと一緒。夢、みんなと一緒。愛を膨らませ。あなたを愛す。あなたの愛をみんなに捧げる。いやー、まさか歌のプレゼントまで。まあ愛ってね、まあ自分を愛していただきたいのね。まあみんなね、内側がねすごく寂しいんじゃないかなと思ってね。そしてその奥にね、あなたを愛している存在があるのね。それと共振する。でそういうね、大いなる存在っていうのがあるのね。でそこに愛を向ける。まあ私がね、あなたの中にね、愛の火を灯すっていうね、そういうことをやってあげてるんですよ。愛の扉を開けるって。愛ってね、すごく神聖なね、慈愛っていうか、平等な意識でね、好きとか嫌いとかそういうことでなくて、宇宙的な愛なんですね。だからみんなを生かしていくっていうね、みんなに潤いを与える、そういう愛なんですね。でそういう愛を皆さん気づいていただいて、それを引き出してね、で自分が無償の愛を捧げることでね、そういうものが引き出されて、どん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 自分の中に大きな愛が満ちてね、でいろいろ不足のところ、寂しいとか悔しいとかね、愛されなかったって認められなかった、悔しいとかね、悲しいとかね、そういうものが埋められてね、それで豊かな人に凸凹が愛で満ちてね、で平らかになってね、で平らかな人になる、豊かな人になるっていう、まあそういうことがね、やっぱり自分自身を成功させていく。だからみんな成功したいっていうのはね、何か例えば事業をやって、それで心がすごく満足するとね、なんかいろいろね、その成功したお金でいろいろ好きなものを買えるとね、心がすごく満ちた感じがするのね。まあそういうものをその時の喜びっていうものを体験したいから成功したいんだと思うんですね。もちろんみんなを成功でね、潤してあげると、またみんなの感謝が返ってくるとかね、で心が嬉しいわけですよ。でもさらに心の奥にね、そういう成功してもね、心の奥がね、何かまだ満たされない、そういうのがあるんですよ。だからそれ本当にね、成功してもまだ寂しいの。そうするとちょっとお酒を飲んだりとかね、なんか友達と話をしたりとかね、そうやってなんかさらにね、まだまだそれが埋め合わされていないっていうかね、満ちていない。そう、だからすっごいお金の持ちの人リサーチしたんですけれども、インドでね、でもやっぱり寂しい。だからそうそうそう、お金だけではそれはエネルギーだから、さらにもっとね、本質のものにつながっていかないと満ちない。そのお金を置いていかなくちゃならない。この世界に置いていかなくちゃ。ね、それでいろいろ変えるけれども、その内側の豊かさっていうのを変えないんです。それを皆さんはね、どういうふうな心の使い方をしていくか、
であるいはどういう修行をしていくか、あなたのね本質に出会っていくっていうことをねお伝えしたいのね。でまず自分を愛してほしい。で周りの人もみんな神様がね送ってくださった存在だからね。だいたいみんな警戒するわけですよ。怖いとか、この人どういう人かしら、心でね。で競争意識でね、なんかいろいろ持ってると自信にあふれて、持ってないと卑屈になったりね、外側で判断するわけですよ。その人が豊かか豊かじゃないか、差別をしてしまう。みんなの中に神様がいる。そういう人に出会っているわけですよ。だから手を合わせる気持ちでありがとうございますって一人一人に出会っていく。だから大体はほらみんな疑いを持ってね、疑心暗鬼で出会ったりね、心配で出会ったりね、この人にどう思われるかしらとか心が働いちゃうわけですよ。よく見せたいとか欲望の心ですごくギクシャクしちゃうわけだから、お仕事で成功するのにもね、その人に信頼をしてね、で私の仕事を手伝ってくださいっていうことで、ね、愛を持って会っていく、その人の奥にそういう純粋な存在があってね、そうやっていくとまた成功をね、人との協調性でね、いい仕事ができるわけじゃないですか。自分一人じゃほら知れてるでしょ。そうやってみんなとね、疲れない感じでもっともっとね、潤っていく感じでね。で心でつながるとやはりね、どう思われてるかとかいろいろね、疑いを持ったりね、いろいろストレスを感じるわけですよ。できたとかできないとかね。だからそうやってもっともっとおおらかなエネルギーを送っていくと、その人もやる気が出てくるわけです。そうするとどんどんいい方向にエネルギーが働いてね。だから心配の心からやるとかね、恐れの心からやるとかね、焦りの心からやるとかね、評価を得たい心でやるとかってやはりね、なんかその成果が逃げちゃうっていうか、だからゆったりとして楽しみながらお仕事をするといいのかな。そうすると成功していく。だからそういうふうに出会った人にね、その愛を送るっていう、その人も神聖な存在であるのでね、感謝してます、愛してます。そうするといい関係になるわけ。みんな怖がって会ったりするでしょ。疑って、人間関係うまくいかないじゃないですか。どんな人なんだろうみたいな、あります。意地の悪い人なのかな。そうですね。愛してますっていう気持ちで会ったことないですね。そうやってね、だからその人の奥にそういう神聖な存在があるっていう、その人に出会わせていただいて、拝む気持ちで、感謝の気持ちで出会っていく。そういうね、それはインドの教えなんですけれど、いいなと思ってね、本当に私も修行してね、そういういろいろなとらわれ、無になる、無心になる、愛そのものになるとね、そうすると外側でいろいろ優劣を判断するとかね、そうじゃなくて、みんな神様がお作りになった存在で、それぞれいろいろなんだけど学びをいただいてありがとうございます。そうすると生きやすくなるし、仕事の成果が上がって、でそういうことも成功に導かれる。だから愛っていうのはものすごく大切で、自分も癒されるし、周りも癒せるしね。だからあなたの愛をね、宇宙的愛に高めていくのにね、瞑想していくといいんですね。そしてそういう愛を使っていくと、もっともっと増えていくっていうかね、みんなに親切にする。だから許したりね、あるがままを受け入れるとか、そういうふうにやっていただけるといいのかなって。愛って言葉がね、本当に真の愛、だからそういうなんていうの、好き嫌いの愛じゃなくてね、もっとすごく大きな根源の愛です。そういう愛を書いたんですね。でそういうものがもっと私たちの中にあるとね、人生が生きやすくなるし、
楽になるしね、癒される。で、寂しくないっていうか。で、自分を愛して、で、周りの人も愛していく。うん。本当よくわかりました。成功には愛ですね。ね、まずそうですね。自分も愛して、そうですね。人も愛する。うん。だから自分のこう非とかそういうね、もちろんあるんだけれども、まあそれも許して努力して反省してね。そしてこうしっかりとね、こう自分はそういう自分も愛してね。そして進んでいくって。ダメだダメだってね、自分を責めすぎちゃうとね、力がなくなっちゃうんですよ。だからそうやってこう愛をね活用して、そしてその愛を広げて、会社もねその愛になっていくとすごくねこう効率が良くなる。まあそんな風にね潤いのあるね生き方をしていただきたいなって思います。で、私たちはね愛から生まれたんですよ。宇宙の愛から。ね、いいですか？よろしくお願いします。